私の友達にまた撮影協力してもらって、簡単な会話して視聴者に日本語を学んでもらいましょう。私、今運転してるんで、あんまりうまく話せないかもしれないですけど、許してください。じゃあ、私の友達がいろいろ質問してくれるらしいです。最近した良いことはありますか？最近した良い行い良い行いはありますか？最近した良い行いは、今トンネルに入って暗くなりました。最近した良い行いは、あれだな。お金を拾った。街歩いてて、8000円ぐらいお金拾って、どこで拾ったの？どこだっけな、いや、本当に街歩いてて道でお金拾ったから、近くの交番にお金を届けました。今までさ、外歩いててさ、拾ったことあるよ。ある？あるある。一回ね、出勤してて、横浜駅で電車乗ろうとしたら、改札で俺の前の人がバッグに多分現生ですごい入れてたのよ。それが多分風かなんかでバーって吹いて、10万ぐらいブワーって巻き上がって、バラバラバラって落ちてきて、砂ぼこりが舞うように。そうそうそう。びっくりして、バーって拾って、で、どの人かわかんなくて、とりあえずそこら辺の前にいる人にポンポンってやって、これ落ちましたってやったんだけど、違いますみたいな感じになっちゃって、落とした本人は、急いでって走っていったのよ。バーって前走ってって、多分気づいてないのよ。バッグからお金がすごい出て、どうしようかって思って、駅の JR の窓口の駅員さんみたいな人に渡して、終わり？そう終わり。でも渡した時も、なんかね、すごい変な感じだったんだよ、その駅員さんが。じゃあそれ渡して、ちなみにそれいくらぐらいお金拾ったの10万まではいかなかった。でもね、5、6万ぐらいすごいいっぱいあって、確かそうだった。でもね、5年前ぐらい。次の信号はで、左方向です。そう、駅員さんに渡したんだけど、JR もさ、交番じゃないから、どう対応したらいいかわからなかったってことね。この先、料金所です。放棄されますかされませんかみたいな感じでいきなり言われて、放棄って何ですかみたいな。そのお金を橋口が拾ったから、落とし主が現れなかったら、橋口がもらえる権利を放棄しますかっていう。そう、そんな感じだった。で、大丈夫です、みたいな感じで言って、じゃあ分かりました、みたいな感じでもらってくれたの。結局そのお金どこに行ったの？いや、わかんない。もうそれで終わり。渡して終わり。俺はお金拾ったんだけど、どうしたらいいかわかんなかったから初めてお金拾って、警察の友達がいるから、その子にどうしたらいいって聞いて、交番に届けなって言われて、届けた。届けた。交番だってさ、ちゃんといっぱい書くよね。紙に。書く。でも、俺ね、お金拾ってその日に届けなかったから、あなたは、このお金をもらう権利もありませんって言われて。拾って1日以内に警察に届けなかったら、拾った持ち主はそのお金もらえる権利なくなるんだって。警察の方が言ってた。そういう法律があんのかな？そういうのがあるんだろうね。それで、俺はもう、お金もらえませんって言われて、で、そのお金がどうなったかも知らない。昔、携帯電話とスイカ落としたことあるんだけど、俺はそれどっちも帰ってこなかった。帰ってこなかった。盗まれた。あ、マジで。みんな、日本人、優しいから、
落とし物届けてくれるって思ってるかもしれないですけど、実際そんなことないからね。俺帰ってきたよ。何落とした？スマホ。で、交番に行ったらあったの。あった。次の日行ったら。いい人が拾ってくれたんだね。それどこで落とした？ちなみに。それはね、家から駅までに行く間に自転車で落として拾ってくれて届いてた。町田だったらさ、拾ったら届けてくれる人いると思うけど、俺落とした場所が品川だったから。帰ってこないかもね。一回財布も盗まれたことある。財布盗まれたことあんの？あるあるある。どこでどうやって？お台場かなんかで盗まれて。どうやって盗まれたの？自分のズボンのポケットに財布入れてて、バッグかなんかにポンって置いて、バッグを横に置いて、で、ゲームかなんかしてたのかな。その財布どうなったの？その財布はもう帰ってこない。その服なったんだ。その財布にお金いくらぐらいちなみに入ってたの？いや、覚えてないけど、全然入ってなかったと思う。その時、学生だったから、全然お金持ってなかった。今持ってるみたいになるけど。今持ってるからいいんだけど。カットして。いや、持ってるでしょ。持ってなかったら俺ら旅行してないでしょ。そう、その時はだからそう、全然なかったから、全然、止めるものもそんなになくて、免許証と、キャッシュカードと、免許証とか全部入ってたの？全部入ってたね。もう一回発行したの？発行した。ちょっとめんどくさかった。皆さんも、日本で落としても大丈夫だっていうふうには思わない方がいいと思います、私は。だって、スイカ落とした時は8000円ぐらい入ってて、その8000円全部使われたから。でも、使われた履歴とかあるんじゃないの？使われた履歴を後で見た。あ、見たの？そう。全部使われてた。どう使われてた？コンビニとかで使われてた。マジ？どこのコンビニとかわかるでしょ？ちょっとそこまで覚えてないけど。ええ。まあでももう使われた。そうなんだ。日本人、優しくない人たくさんいますよ。橋口は逆に最近したいい行いある？あるよ。何したの？ランニングしてて、休みの日に。うんうん。近くの自然公園みたいなところを走ってたんだけど、うんカラスかなんかがうんゴミを持ってきて荒らしちゃってて、すごいゴミが広がっちゃってるところがあって、うん。それを手でかき集めて拾った。すごい。それしたの？した。カラスがビニール袋に入ってるなんか生ゴミとかをカラスが食べてて、そう。ゴミが散乱しちゃってて、そう、なんか、2日連続でランニングしたのよ。で、前日もそれ見てて、で、その時は夕方してたから、若い子たちがゴミ捨てて帰っちゃったのかなって思ったんだけど、次の日もう一回走ったら、次の日朝走ったんだけど、朝も全く同じ状況であって、産卵の仕方がどうもなんか、よく見てみたら、カラスっぽいなって感じがすごいしたの。じゃあ皆さんはゴミ捨てるときは必ずゴミのネットをかけるか、カゴみたいのをゴミの上に置いとかないとカラスが荒らしちゃいますね。それをやった方がいいね。結構ね、ゴミって落ちてんのよ、意外と。だからもう、会社のリュックにゴミ袋入れとこうと思って、3つぐらい入れて。で、それで何？外歩いてたら、いや、だから、そんな、そう、だから、いつも使うところとかに落ちてたら、別に拾って、袋に入れて捨てればいいじゃん。すごいね。で会社のオフィスの近くとか、タバコの吸い殻とかは拾わないけど、ああ、それ、大谷翔平さんがやってることで。いや、大谷翔平さんはグラウンドにゴミ落ちてたら、ゴミとか拾ってるらしいよ。俺らも高校時代
そういう風に習ったから。まあ確かに。まあ、普段住んだりとかするところでゴミが散乱してたら別に拾えばよくない？誰かが拾うだけだから。俺もたまに、近くにゴミ箱があって、ゴミが落ちていたら、俺も拾って捨てたりはする。でも自分でゴミ箱持って、ゴミの袋持ってたりはしてない。いいよか。いい行いでしょ。めちゃめちゃいい行いでしょ。じゃあ次の質問して、橋口。橋口が答えやすい質問を選択していいよ。もしくは自分で勝手に質問作ってもいいよ。じゃあ、佐古が最近ハマってることは？最近俺がハマっていることは、俺、料理好きなんだけど、料理すること好きなんだけど、最近餃子を作ることにハマってる。餃子って、餃子って1000円ぐらい、50個作るの1000円ぐらい、1000円以下で作れるから、でもお店とかで餃子さ、食べるとさ、高いでしょ。高いね。5個で500円とかぐらいするんじゃない？でも家で作ったら50個で1000円以下だから、餃子作ることはハマってるかな、最近は。あとはなんかな、何が一番美味しかった？最近作った料理で。餃子？いや、俺、個人的に好きな料理は、筋肉ってわかる？筋肉わかるよ。筋肉とこんにゃくを煮たものっていうの？それが俺は一番好きな料理。筋肉好きなんだ、俺肉で。それをよく作る。だからスーパーマーケットとか行って筋肉が安く売られてたら、それとこんにゃくを一緒に買って、それで俺は茹でる。和風の味付けなの？そう、和風の味付け。だしと砂糖とみりんと酒と砂糖を入れる。俺はそれが一番好き。全然話変わるけどさ、昨日のあの鹿絶対野生の鹿だよね。昨日、今鹿のあれがあって、鹿注意って書いてあった。あれさ、絶対野生だよね。普通に飼ってるみたいな感じでいたけど。昨日ホテル泊まってたんですけど、鹿が部屋の前に来てたもんね。だって鹿めっちゃびっくりしてたもん。俺らのこと見て。橋口がなんかわめいたんじゃないの？わめいてないよ。ほら、すげえ凝視してたもん。飼ってるのかと思って。最近、橋口がハマっていることある？ハマってること？ワールドカップって言っとけよ。ワールドカップ。ワールドカップ。ワールドカップハマった。もともとサッカー見てなかったんだけど、全く見てない。今回からサッカーのワールドカップ見始めた。そうそう。会社の横の人と前の人がサッカー好きでワールドカップ見てて、今、奥さんが赤ちゃん連れて実家帰ってるから、やることないから、ワールドカップ見てたら、ワールドカップが面白くて仕方がない。じゃあ、もう残念ながら日本はもう負けてしまったけど、日本の試合とか全部見た？いや、日本が負けてから見出したすごい。なんでなんで日本の試合見てたけど、日本が負けてから世界各国の戦歴とか、実際にどこにある国なのかとかすごい調べ出して、で、どんな選手がいるとか見てたら面白くなってきちゃって。日本ね、ブラジルに負けましたもんね。ブラジルが勝つかと思ってたけど。ね。ノルウェーに。ブラジルはノルウェーにもう負けちゃいましたね。次、ノルウェーとイングランドだね。
イングランドもめちゃくちゃ強い。でもノルウェーは28年ぶりの出場。決勝トーナメント。じゃあ、ブラジル人見てたらコメント欄にコメント書いといてください。ブラジルもマジで強い。俺はワールドカップ全部の試合は見てないけど、中心に見たけど、でも、グループリーグ予選はさ、負けてもいい試合とかあったりして、意外と見ててもさ、本気でやってなかったりさ、わざと引き分け狙ったりさ、する場合があるから、あんまり予選リーグは見てなかった。トーナメントだとさ、どっちも負けられないからさ、見てたら面白い感じがするから。ちなみに私たち今、伊勢からどこに向かってるんだっけ？名古屋。名古屋ね。今、伊勢から名古屋に向かっています。今どこだこれ。名古屋まで98キロ。名古屋まであと98キロらしいです。これあれ、アシストで。運転支援みたいの運転支援機能みたいのを使ってて、何も知ってないです、私。橋口、好きな料理ありますか？料理あんまり自分で料理作ったりはしない？しないです。しないか。好きな料理。チャーハンとかが作れる。チャーハンね。チャーハンと、一回だけね、ローストビーフみたいなの頑張って作った。ローストビーフ結構作るの時間かかるからなめ。ちゃくちゃ時間があった。味を浸したりしないといけないから。そうそう。でも金に物を言わせて、いい材料を高い肉買って作ったら、めちゃくちゃ美味しい。ローストビーフあんまり好きじゃないんだよね、俺。俺肉だったら、鶏肉とかもう、1週間に4、5回食べる。ああ、高タンパク。鶏肉は体にいいでしょ。体にいいでしょ。鶏肉めっちゃ食べる、俺。牛肉もいいよ。牛肉はね、俺ほとんど食べない。だって筋肉って牛筋じゃないの？ちょっとそれは別。牛筋は別よ。豚肉はあんま食べないかな。でも俺結構焼きそば作るの好きで、焼きそば美味しい。焼きそばに、豚肉必要でしょ、大体。あと、お好み焼きも作るの好きだから。家で？そうそうそう。お好み焼きも豚肉入れることが多いかな。伊勢うどん美味しかったね、朝食べた。私たち伊勢に行ったんですけど、伊勢はどうやらうどんが有名らしくて、私たちうどんをたくさん食べました。朝から。なんか朝からな、はい。自分な。朝うどん食べ放題だったんですけど、朝のホテル朝私うどん5玉ぐらい食べました。お腹いっぱいです、今。橋口も言うてご飯3杯ぐらい食べてなかった、朝から。ご飯3杯。でもうどんは、1杯しか食べてない。うどん5杯ぐらい食べちゃめちゃくちゃ。で、ご飯も食べてるよ。ご飯も1杯食べた。おかずもめっちゃ、いっぱいで、最高だったね。いや、でも言うて、いっぱいだった。お腹いっぱいになっちゃった。この後名古屋行くってことだけど、名古屋、そうだね。名古屋で食べたい料理なんかある？もしくは名古屋で有名な食べ物を何か思い浮かぶ？味噌カツ丼とか出てきたよ。味噌は有名だよね、名古屋。ちょっと古着屋見たい。古着屋好きだね。古着屋見たいみたい。でも結構さ、よかったよね。お風呂3回入ったでしょ。昨日の夜と朝2回。そうだね、昨日泊まってたホテルで
お風呂3回か4回入りました。ちゃんとした温泉、露天風呂みたいなとこちゃんとした温泉だったよね。で。ガチな温泉だから。9席の規制中です。結構マジでよかったな。だって朝、あれ、6時20分ぐらいに行って、結局、 1時間ぐらいお風呂みたいでしょ。自然に癒されてた。自然に癒されるわ、マジで。自然に帰らないと、早く。ね。自然が一番だ。あ、土手に行って名古屋名物なんだ。土手にって何？昨日食べたやつ。伊勢うどんの時に。ああ、あれか。あれこそ牛すじ的なやつじゃないの？あ、そうそう。昨日は七夕だ。七夕の説明して。七夕は、七夕は7月7日？日本って七夕の日って言うんだけど、昔の話で織姫と小星がいて、1年に1回、7月7日のみに、その2人が恋人なんですけど、1年に1回7月7日だけに会えて、そこから7月7日は願いが叶うっていう言い伝えで合ってるよね。合ってる。だから、7月7日に日本人は、木みたいなのに、紙に自分のお願いを書いて、その木にくくりつける。そういうのを日本人はよくやってるよね。俺は字が汚いからやる勇気がないけど。そもそもね、最近字書いてないから俺。多分俺もう書けないと思う、漢字とか俺。書けるよ。いやもうほんと、由々しき事態だけど俺、書ける自信ないんだけど、漢字とか。今思ったこと言っていいですか？これ結構大変だね、撮影って。どういうこと？見てる側の時はさ、この人たち、楽しそうに毎回喋ってて、撮影して編集してて、簡単そうだな、みたいな感じで思うけどさ。こう、話すだけでもさ、今話すだけだけど、そこが話してる時に、思いついたこと話さない方がいいじゃん。撮影目線で言うと。だからなんて言うんだろう。そういう風に、ちゃんと考えて聞いとかないと、ついていけなくない？普通に、すごいいっぱい撮影してる YouTuber とかさ。でも基本的に俺は会話するときに、事前に質問の内容を暗記して、こういう質問するって決めてるから俺は。そういうこと？それに沿ってやるから、でもやっぱり何かしら質問する内容とか決めてないと、もうインタビューとか大変だよね。編集するときに。いかに編集の時間短くするっていうのも大事だと思うから、事前の準備とかは大変だと思うけど。それこそエンタメ系の YouTuber とかさ、喋ってるだけとか、あるじゃん、結構。いや、でも絶対事前に考えてると思うよ。あ、そっかそっか。カットするとこがめんどくさいから、一番いいのは本当に一つもカットせずに編集するのが一番いいんだけど、まあ無理だから、絶対そうやってる人がほとんどだし、あとテレビとかと同じようにカンペみたいの置いといてさ、それ読みながらやってる人とかはいると思うよ。もっと大変じゃん。一回なんかの動画投稿してみたら YouTube。投稿しようかな。マジで。なんか投稿してみろよ。カットなしでね。だから本当に10秒ぐらいでもだけでもいいから。カットなしで、もうこうやってインカメで撮って、やってる人いっぱいいるだろ。ショート動画だったら本当に編集すらいらないよ。10秒ぐらいで本当にインカメで撮影して終わり。